ご自分を満たして愛あふれる。愛って自分を満たさないと溢れないので、その溢れた愛が初めて周りに伝わるんです。結果ばっかりを求められてたりとか、それがまるっきり180度変わったわけなんですよ。ごきげんよう。占い師の麦穂杏です。配信活動を通じて今日をちょっといい日にする動画を配信しています。今回は人生をめちゃくちゃ楽しんでいる魅力あふれる人に麦穂が突撃インタビューの第2弾です。人間たちは人生の3分の1の時間を仕事に費やすって言われてるんだよね。なら、仕事の時間も楽しんじゃえたら人生ってめちゃくちゃ楽しくなっちゃうんじゃない？という目論見のもと、この企画では自分にとってやりがいのある仕事や仕事自体を楽しめる人ってどんなことを考えながら生きてるのかなという部分に迫るためにインタビューをしていきます。楽しいこと、嬉しいこと、それ以外にも大変だったことなど、いろいろな角度からその人の魅力に迫ります。今回は船橋市北習志野にあるヨガスタジオ、ユースタジオを経営する久保田優さんにお話を伺ってきました。それでは本編をどうぞ。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。本日はですね、ヨガスタジオのユースタジオさんに遊びに来させていただきました。ユーさん、よかったら簡単に自己紹介からいただいても大丈夫ですか？はい。船橋市北習志野なんですけども、そこで2022年6月からオープンさせていただいて、もうすぐ3年になります。はいはい。ヨガ講師としては2011年ぐらいからさせていただいて、フリーでいろいろなところでさせていただいて、その後ですね、こういった形で、生まれ育った北習志野です。そうすると、独立開業みたいな形ってことですか？そうです。フリーで活動させていただいた時も、独立にはなるそうなんですけど。そうですね。そうですね。私はどこにも属さないで、もう初めからもうフリーになったので、普通は大手のフィットネスジムとかホットヨガスタジオですとか、そこで研修を得てするパターンが多いらしいんですけども、私も資格取ってもそのまま。ヨガをそうするとお好きだったわけじゃないですか、元から。ヨガの道に入るきっかけだったりとか、なんでヨガだったのかっていうのを聞きたいなと思ってるんですけど。それが足の手術なんですね。足の手術？はい。で、左足が家で柔軟をしていたらバキっていって、そしたら翌日もう歩けなくなって、いわゆる軟骨がなくなって、骨が折れちゃった状態なんですけど、でその手術をした主治医の先生が、ヨガとゴルフをやっていいよって言われたんです。で、軟骨を再生する手術なので、やっぱり元からある軟骨より弱いそうなんですね。なのでゴルフとヨガでしたらね、もう身一つでできるヨガに体験に行ったんです。そしたらもうその場でもうめちゃくちゃいいと思ってすぐ資格に来ちゃって、ヨガ経験ゼロなんですヨガ経験ゼロで資格です。もうじゃあそれぐらい衝撃的な運命的な出会いだった感じです。でそれもまた子供がきっかけで、私運動するのはとにかく好きだったんですけど、子連れで行く場所がなかったんですよ。でそういう悩みがある方がいるかなと思って、子連れのままヨガをやりたかったんです、麦ちゃん。なるほどね。なるほど。で、私は作っちゃおうと思ったんです。ないから作る。究極のやつ。そう、いかにママさんたちが酷使をして普段の生活でもう肩こり腰痛もうすごい悩みの中で生活してながらほぐすところがなかったので、もうママたちを楽にしてあげたいっていう、もうその思いで資格を取って、で公民館とかで場所を借りて、ママヨガをやって、でママヨガと一緒に普通の何でしょう、お子さん連れじゃないクラスをやってというのが一番初めのきっかけですね。そこからどんどん資格を増やしたり、そこでマタニティヨガとか普通のベーシックな資格からどんどん、息子が部活をとかね、いろいろ頑張ってる姿を見て、もっと体を良くしてあげたいなと思って介護学の方に行ったりとか、そこからまた今母の方でシニアヨガに行ったりとか、どんどん自分の悩みとともに資格を増えていったっていう。あと老人ホームの働いてる方からヨガやってって言われて、じゃあ資格取ってきますって言うからそ
格を取って経験をしてからじゃあやりますよと。最高齢104歳でしたね、その時は。104歳104歳はあ、なるほどな。人間の104歳はだいぶね、ご高齢ですからね。そうですね、運動するのもね、なかなか一苦労でしょうからね。そうですね。ヨガの一つ条件としたら呼吸をしてる方です。呼吸をしてる方ができます。できます、はい、ああ、なるほどね。実はね、この撮影の前にね、麦ちゃんがやりましたよ。もうご参加いただきました。めちゃくちゃね、面白かった。いや、面白かったです。本当に初めてとは思いませんでした。そう、普通はね、ラウンドオフという三角のポーズが台形になりやすいんですけども、すごいちゃんと麦ちゃんね、ギュッとなってたんですよ。ほとんどもう安心して見てられたんですよ。そんなにすごく安心してお伝えしたことをちゃんとちょ調整が上手だったので、びっくりしました。ほう、なんだろうな。でももともと体はすごく硬い。硬い。ひらがなの「つ」ぐらいしかこうできないぐらい硬くて、そっか。だからちょっと今すごい良かったっていうのを言っていただけてちょっとびっくりしてる自分で。で、今日前屈の仕方お伝えしたじゃないですか。ほとんど皆さんが「つ」になるんですよ。前屈もね、つそう、つの形がちょっとね。で、それのね、お伝えした股関節からだと全然前行ってましたよね。行った、すごい行った。手がベタッといった、なんか体の使い方って、あ、こういうことかってそうなんです思った。そう、うちは体の硬い方、初心者の方、専門のヨガスタジオというふうにお伝えしてるんですけど、なぜかといったら本当はね、体が硬い方じゃなくて、体が硬いと思っている方ってつけた思っているだけで使い方を知らないだけなんですよ。なるほどなるほど。そうだからそこには本当に皆さんに私は敬意を表してて、体の硬いとは書いてあるけれども思ってるだけなんですよっていうことをお伝えしてきて。なるほど、そうなんです。もったいないですよね。手がつくとかいうことでなんかジャッジをしやすいというか、その理由は折れ曲がるポイントが違うだけ。やってみて思ったのが、なんかだからちょっとこう私の中でヨガってよくわからない未知数なものだったんですよね。そう、わかります。で、なんかもっとこう現代になってそれこそいろいろと、ヨガの話とかも聞くようになって、つまるところ音楽ざっくりストレッチだろうと思ってたんですよ。からなんかね、ちょっとね舐めてた。はいはいはい。もちろん私も全く同じです。なんかどっちかっていうとちょっと筋トレっぽくないですか？それもなんか系統で分かれるんですね。メッツといって、国が証書してる運動量っていうのがあるんですけど、ヨガって2とか 2.5 なんですよ。そう、その運動強度みたいな数値が。それってお肌の水バッグと一緒なんですよ。嘘だ。本当に嘘だと思いますよね。でも国の推奨そうなんですね。でもそれだとせっかく足を運んできていただいてますから、私はそれちょっと失礼かなと思っていて、やっぱり体のこの骨を守るには筋肉という両方がね大事なので、筋肉はしっかり使っていただきたい。で、使って熱を作った筋肉っていうのは伸ばすっていう良質な筋肉なんです。何もなんでしょう、お風呂上がりのストレッチとかありますよね。あれは怪我をしないというメリットがあります。なるほど。あと循環が良くなる。それすごくいいことで、スタジオとか運動という熱、自重で自熱、今日自重を感じてもらったと思います。すごかった。400年の歴史、そう、400年の歴史感じましたね。感じがすごい感じた。そう、これ美味しいもの食べたり、思って思えると自分の体のこのね感覚ってすごく大事なんですよね。その重さで自重で自熱が生まれるのが私は好きな。あと多熱っていうのはホットヨガとか。なるほどなるほど。熱をどう生み出す。でも燃焼した方が内側から燃焼した方が安全で、効果が大きいって。ホットヨガを否定してるわけじゃ全然なくて、それすっごいいいメリットがあって、目的です。フィットネスはフィットネスのまたヨガと。だから多分
場所でやることが全然メニューとかも違うんですよね。そうです。お客様が求めてるものが違うので、体ももちろんそうですけど、やっぱり、ね、終わった後に言ってくださったグラウンディング。そう、グラウンディングだなって思った。そうなんです。瞑想とか、そうグラウンディングって何かっていうと、これちょっとスピリチュアルな観点からしか私は説明できないんですけど、なんか地球とかざっくりめちゃくちゃ簡単に言うと地球とつながること、なんかその自分のその体重だったりとか体のやっぱり重さとかを感じて、自分がちゃんとこの地球に根ざしてるんだなっていうことを改めて実感するっていうのがグラウディングっていうふうに、言われてるっていうか、私の解釈のグラウディングはそんな感じなんですけど、なんかそれをすごく感じたなっていう、重さを感じたかなと。麦ちゃんの400年。そう、400年の重さだったですよね。重かった。それを一番初めのヨガの時は私感じていただきたいんです、一番。で、現代病というか、もう脳が渋滞したのをぐーっと考えちゃう時に、タッチポーズの時に足裏に意識を持っていくと、一度アンカーが落ちるんですね。マインドとか思考の。そうするとスペースが生まれるので、冷静な判断ができて、その後のパフォーマンスが変わってくるんです。それを私はヨガで、いっぱい伝えたことはあるんですけど、初めての方にはそれをちょっと伝えたいと思いますね。普段忙しいところからちょっと客観視をして俯瞰する練習をして、地に足をつけて、そうするとなんかね、脳みそのリフレッシュになる感じがそこですあって、そこなんですよね。いかに脳を無にする。そう、すごい無になった今日で、無になりすぎて呼吸止まっちゃうっていうね。そうバランスね。そう思った。それなんかそのなんていうのかな、だんだんやっぱりこうヨガやっていくとタイミングでこう体を動かしながらやらせていただく時は、もうなんかもう自重を支えるとか、やっぱ体を動かすっていうところにすごい脳が持ってかれそうになるしかと思えば無になっていくと今度また呼吸が浅くなっていくっていうところがあって、でその呼吸をかなりこう深くするっていうのを今日いろいろと教えてもらいながら、今呼吸ができてないなっていうのにやっぱ気づいて呼吸をし直してみるみたいな。でもやっぱすごくグラウディングだったりとか瞑想に近いものを感じるというか、動的瞑想って言われてるんです。動的瞑想、なるほど、おっしゃる通り。いやすごかった1回ですごいです。そこまでそこまで私占いはちょっとごめんなさい、正直全然わからないんですけど、やっぱりそういうふうに意識がある方はやっぱり繊細なそういう感覚をつかむのが上手なんだなってちょっと今日は思いました。言ってもらえて嬉しい、本当に。そうですね、面白かった。だから現代人これやった方がいいなっていう。そうなんです。いかに楽になるか。めちゃくちゃヨガに出会って楽になったので、それをお一方お伝えしたくて、このちっちゃいスタジオをさせてもらってるので、そうやってることがね、私の提供する占いとすごい近いものを感じたんですね。そうなんですね。なんかそれこそ私もやっぱ生活を豊かにするためには、自分の中に余白が絶対に必要だよっていうことをよく言うんですよ。そう皆さんね、詰め込みすぎちゃう。そうです。でなんかこうぼーっとする時間だったりとか、なんかその体の余白を感じる、脳みその余白もそうだし、時間の余白もそうだし、そういうなんだろうな、自分の余白を感じることで今のこの豊かさだったりとか、本当の自分の時間っていうのを味わうみたいなところを、なんか同じことをやってるんだなってなんか思いました。でポーズはあくまでも道具なので、ポーズという道具を利用して、ここは疲れてるなとか、ここはちょっと頑張れるなとか、そういうのバランスが取りやすくなるんですね。ヨガのバランスってバランスポーズを皆さんバランスポーズって思っちゃうかもしれないんですけど、ポーズはあくまで道具、それを使っていかに自分の中で気づける。自己対話ですよね、きっと。そうです。本当内観って言われてるのが、そういうことですね。なるほどな。いやこれ本当に面白くて、占いとつながるんですよ。それこそ占いのそのタロットとかっていうのはカードとかね、星占いとかいろんなツールがあるんですけど、これなんかもやっぱツールなんですよ。ツールを通じて何を感じるか、何を、思うか、何を自分の中から出すかみたいなこと、そうだからすごいつながっていくのを感じて、めちゃくちゃ面白かったんですよね。でまた面白いのが、ヨガのこのマットで行っているのが、あくまでも練習って言われていて、
オンザマットは練習、オフザマットが本番と言われて、はであくまでもヨガの本番はマットから降りた時ですよ。それが私の好きな言葉ですね。でここで例えば落ち着いた、呼吸がゆっくりできたと、ここはこのレッスンの1時間で、練習をしました、実際本当にしなければいけないのはマットから降りた時、スタジオから出て、そう日常生活が本番です。ヨガ、面白い。そうなんです。本来はそこがヨガの本番なんですね。いかに生活の中で自分に向き合って余白を作って、冷静な判断をしようとか、なので私は楽になったんですよね。できてないですけどね。できてない、人間完璧っていうのはないで、また前の自分よりは、これは本当人と比べるものではないので、ヨガのことをね、今日お伝えしました。周りの人と比べちゃいけないということと、もちろんポーズは進んでいくんですけど、巻き戻しも大事、やらないっていうポーズ、これも私いつも大事にしてます。それすごいびっくりしました。やらないっていうポーズ、私もやりたくないのでやりません。なんかね、ここの考え方がやっぱり結局自分軸を自分に戻してくる感じがあるなっていう。なんかレッスンなのでやっぱりみんな多分やらなきゃいけないと思うので、やりたくなくても多分やろうとするポーズとかあると思うんですけど、やらなくていいんだと思って、ポーズは解く方が勇気がいるんですよね。やらない方が断然そっちの方が大変です。私ポーズ解いてやらなかったことは褒めます。すごい勇気だと思います。皆さんが進めてる中で足を止めてやめようっていうのはなかなかできないです。でもそれはあれですもんね、結局自分を大切にしようとしてるっていうことですよね。ちゃんと自分のことが分かってないと、それもね、本当に自分はやりたくないのかな、やってみたいのかな、どっちかなっていうのを結局自分に問いかけて自分で選択をするっていうことをしてるわけですよね、ヨガを通じてね。面白いな。なるべくヨガインストラクター先生がいて、リード、私たちガイド役なんですけども、やっぱり私が本当に伝えたいことは、あくまでもガイドで、もちろん危ないことはね、ちゃんと説明して、安心安全が大事なんですけど、あとはなるべくさせられるんじゃなくてする自分からね、これちょっと深めようかなとか、そういう自分で自分の体を操るっていうのがヨガの醍醐味なので。なるほど。やっぱゆうさんはヨガを通じてやっぱ人生の転機みたいなものがあったわけじゃないですか。そうですね。でいくつか転機があるとは思うんですけど、これが自分の中で一番の転機だったなみたいなことってあります？そうですね。私もだからヨガのイメージっていうのが、やっぱりちょっとふわっとしてるものだったんですね。ふわっとして、伸ばすとか、気持ちいい、なんか楽になるとかっていうのと、解剖学というものに出会ったからかもしれないですね。解剖学、体を使うのであればやっぱりちょっと勉強を深くしなきゃいけないところで、かといってお医者さんではないので、全然違う手はね、やっぱりそんな軽々しくは言えないんですけども、やっぱりでも大事なお体を皆さんね、こちらに来てくださるわけなので、最低限というかもうその勉強にちょっと入ったのは、そしたらもう効果が断然変わるんですね。お客様の自分はもちろん感じてないと伝えられないですけど、もちろん自分は感じました。これはすごいと思ったので、それをお伝えすると、どんどんお客様の効果が変わってきて、ありがとうが増えたんですよ。ありがとうございます。すごい。それが初めから自信なんて何もなくて、後付けだと思うんですけど、そのお客様の声で、やっててよかったとか、またもっと勉強してとか、資格がどんどん増えてって言っていったのがきっかけはそう。それだけじゃないとは思うんですけど、ありがとうという言葉ですよね。そこが深い一番ですね。それで全て今も支えていただいてますし、でその U スタジオの U っていうのは、私久保田 U なんですけど、U って私の U ではなく、U っていうのは心の器を表していて、ご自分の器を満たしてほしいっていう願いがあって、だから Y じゃないんですよ。U、私本当はY じゃないですか。でも U スタジオの U はロゴがちょっとあるんですけど、その
湯の横にお水がポッポってご自分を満たせて愛あふれる。愛って自分を満たせないと溢れないので、その溢れた愛が初めて周りに伝わるんです。私理念として3本柱でやってるんですけど、まずご自身を大切にして、そして一息ついて、一歩踏み出し勇気、この全部1なんですね。いいですね。で、私のその屋号がエーカムヨガというエーカムっていうのがサンスクリット語で1っていう意味なんです。で、その1、ご自身を大事に一息ついて一歩踏み出す、この1をそういつもそれを胸にしてまずご自分を大事にしていただきたいっていう、特に体験の方とか忙しいと思うので、ちょっとね今一度今日はご自分に意識を向けてください。でまたね何度かまた一息ついて、で一歩踏み出す勇気というのはだんだん自分のパワーのエネルギーね、力がついてくると自信ができたり、結構行動力皆さん開業しましたとか結構多いんですよ。いろんなこと始めましたとか、なんかそれは、別にそれだけに限らず、何かやりたいと思った時に躊躇なくね、踏み出せる心身心と体が準備ができたら嬉しいな。見つかってない方も、そのうち見つかると思うんですよね。で見つかった時に体と心の準備ができていたら、ポッといけますよね。思いを畳の中に実は入れてるんです。そう一応千葉県でね、畳のヨガスタジオってうちだけなんですけど、後でもしよかったら撮影してください。これ畳なのは何かそういうじゃ意味が？最後シャバーサナといって屍のポーズやりましたね。それってめちゃくちゃリラックスして、屍なのでいわゆる死体なわけなんですね。力を抜くってやっぱり日本人って畳が一番なんですよ。なるほど、そこでそうリラックスは畳で、この周りがフローリングなのは実はちょっと筋トレ要素とかいろいろ使うために周りはフローリングに設計してて、大工さんにね言われたんですよ。どっちかにしないって言われて、いやどっちも必要ですってリラックスをしていただきたいし、あとは体を鍛えるためには周りのフローリングも必要だから一応必要なので、両方そうなんです。じゃあ本当にこの場所自体も全然妥協してないってことですね。壁も強度をつけてもらって、壁も使えるようにして、なるほどなるほど、全て使うように、もうスタジオ全体を使える設計の時から。すごいな。じゃあもうなんかあれですね、このスタジオのもう至るところが全部こう説明ができるんですね。なぜこうなってるのか分かる。すごい。カウンターもここのスタジオ小さいので、カウンターも手作りなんですけど、カレンターも可動式になっていて、向こうにグッと押せるようになって。すごい。そうなんです。そういう固定しちゃうと動けないので、それ全部いろいろできる。そうです。こだわりのスタジオだ。お着替えしていただいてロッカーも縮んだり伸びたりするんですよ。あれ？そうなんですか？へえ。いろいろ使えるようになっている。すごいね。でも本当に大工さんの方がいい方で、そう全部ね飲んでくれて。でもそこも本当にご縁ですよね。そうなんです。ニュースタジオって言いながら、私よくお客様にお伝えするのは、おかげさまスタジオって言うんですよ。おかげさまスタジオ。本当おかげさまなんですよ。皆さん個々のなんて言うんでしょう、豊かなんですよ。豊かですね。そうなんです。であとはすごい嬉しいお客様がおっしゃってくださったのは、ヨガ始めて優しくなれたって言って。ヨガを始めて優しくなれた。それがすごく嬉しくて、だけど今まで忙しかったりチャカチャカ動いてたで、ゆったり呼吸して、やっぱり、ご自分のことを大事にって、今まではなんか100あったらちょっと頑張っちゃう、でも引き算を覚えた。そうすると今日はこのぐらいでいいかなと思ってっていうと、なんか余裕が出て楽になれたんです。それも大先輩でございます。75歳ぐらい。この年でこんなに自分が楽になり優しくなれるなんておっしゃってくださると鳥肌立ちますよね。本当そういう言葉で支えてもらってますね、私は。あとスポーツされてる方も、集中の仕方が丁寧になった。なるほど。パーンってやるとス
すっごく集中して、そうで掃除機のかけ方もすごい丁寧になったっておっしゃってます。今までシャーってやってたものがすごく丁寧になったんですとか。素晴らしい。生き方が丁寧になるんですよね。そういうことですね。すべてのなんか所作が丁寧になると、もちろん自分に対してで、周りの方にもそれが伝わるし、伝わっていく、優しくなるしっていうのはあるんじゃないかな。実際そのヨガ体験してみて思ったのが、めちゃくちゃ動きをやっぱ丁寧にしようっていうのをやっぱ考えるんですよね、どっかでね。でなんかなんていうのかな、嬉しいですねそれは。体の動かし方をちょっとこうやっぱ雑にすぐなっちゃうじゃないですか、ね。そこをでもしないぞっていう意識づけと、こうちょっとゆっくりゆっくり本当に手足を動かすっていうところをさせてもらって、でこれっていうのは体もそれこそ自分をいたわる動きなんだなっていうところを確かに理解するんですよ。何なんだろうな、多分でも脳なんだろうな、脳の動きがなんか変わるんでしょうね。そうです。自分を大切にしない方は周りの方大切にできないですよね。お話ししてて分かるんであれなんですけどね、これを聞くのがね、お仕事楽しいですよね。そう、仕事大好きみたいですよね。楽しそうですもんね、やっぱり。ほらなんだろうな。でもこれもやっぱ喜びを感じるところってなってくると、やっぱお客さんからのありがとうですか。もうそこしかないです。そこしかないですか。はい。でもこれそれともちろんその先ほどお伝えしたようにいろんな方のお話を伺えるっていう。そっか。そう。人と人ですもんね。そう。これは本当ありがたいですね。いろんな皆さんのお話を伺えるっていうのが、ちっちゃいスタジオのいいところですね。一方通行なのっていうのは、大きなスタジオ、私もね、大人数様でやらせていただいたんですけど、それも決して悪いことではなくて、やっぱり対ね、皆さんがいろんなものを抱えていらっしゃるわけなので、ちょっとでもね、おこがましいですけど、体かね、マインドがどちらか楽になっていただきたいな、体が楽になれば心も軽くなったりとかね、そちらのアプローチの方がね、うちのスタジオでできればなって。なるほど。ちなみにゆうさん、このヨガとね、そうやって密接に触れながら生きられてるっていう感じではあると思うんですけど、一日の流れとかってどういう感じで行くんですか？そうですね、スタジオに来て、来る時間はスタジオの入り口が近かったり、出張とかもあったりするんですけど、整えて、そしてレッスンをさせていただいて、で合間は私の苦手な事務仕事とかちょっと苦手なでもこの苦手なことも最近お客様から教わったそういうことがあって、ゲーム感覚になればいいんですと。なるほど。すっごくびっくりしちゃって、どんどんクリアしていく。苦手をクリアしていく。そう、やってなんていうなんかやることがなくなっていくと、ね、結構やらなきゃいけないことって決まってるじゃないですか。そうですね。ゲーム感覚でやるから事務仕事が好きなんですって書いたお客様がいて、なるほど。天才。それをいただいちゃうんですよ。なるほど。その思考をいただいちゃって、最近は前よりも苦手意識がちょっとあんまり大嫌いだったんですけど、そのお客様の一言ですっごい救われたんですよ。だから私本当にありがたい仕事をさせていただいてるんですよ。いろんな方のいいところをいただいちゃって、本当はね、ヨガで盗んじゃいけないって言うんですけど、そうなんですよ。これでもちょっと盗みになる。でも私はそんな完璧な人間じゃないので、素晴らしいというかいただきます。なるほど。真似ます。なんか逆にもう毎日すごい楽しくて、で仕事の姿勢だったりとかモットーだったりとかっていうのも多分お客さんファーストでっていうところで来られてるんだろうなとは思って、お話聞きながら思ったんですけど、その中で苦労したこととか、なんか挑戦したこととかってありません？毎日挑戦ですよね。日々オールウェイズ挑戦、日々挑戦、毎日一日一日ですね。なるほど。先のことを考えてない。もうじゃあもう今日っていう日を、今であり Today であり Now でありみたいな。経営というそういう分は先のことは考えてますけど、イベントをやろうかなとかそういうね、やっぱり皆さんに前もってね準備とかあるので、そういうことは皆さんに楽しんでもらおうというかやっぱり考
えておるんですけど、ええ、でヨガをしてからか、思考がちょっと変わったんですよね。今はずっと頑固でずっと一直線で、いわゆるクソ真面目という、全然つまらない、なんか遊びがないとこだったんですけど、ちょっとスペースが生まれたことで、方向性がいろんな方から見えるようになって、ちょっとずうずうしく失敗がなくなったんですね、私。なるほど。経験になっちゃった。あだから何をしても失敗と思わなくなってしまう。これは経験だ。それに対してどう反応するか、どういうふうにジャッジをするかっていうふうに変わっちゃったので、当初はたくさんもう常にだから皆さん世の中がおっしゃるのは全部失敗だと思います。失敗の数はめちゃくちゃあると思います。それを今経験というふうにも置き換えちゃってるから、あんまり失敗と思ってない。あ、なるほどなるほどなるほど。点が例えば失敗が5回しかなかったら、点と点がつなぐで五角形しかないじゃないですか。でも私の中では失敗という、私の中での経験がたくさんあればあるほどいいと思っていて、その点が線になって面になるんですよ。私これが人間の器だと思ってるので、私という自分の、器を大きくしたければ、とにかく経験するしかない、いわゆる失敗をするしかないと思ってるので、点が線になって面になって大きいんですよ。でこれがね多角的になっていくから今度は立体になっていくんですよね。そうですね。そんな経験を、させていただいている環境にまずね、ありがたいですよね。声かけをいただいて。知った今回も環境ですもんね。だってそうです。今回ももう私なんか初め YouTube に出ていただけませんかって言われて、私でよかったなんかお役に立てるならっていう方ですぐ私返答したじゃないですか。やったことないしどんなことがあるかは、やってみないとわからない。でこれですごい不快な思いをしてたらすみません。そういうこと切っちゃいけないですよ。でもなんかそういうふうになんかやってみて反省をする。で次につなげるっていうもう考えなので、めちゃくちゃポジティブ。なんか無駄に前向きって言われます。でもね、私これ思うのが逆だったんです。でも本当は逆だったんです。本当は逆だった。本当はめっちゃネガティブでした。でこれが脳の思考回路を変えてくれるのがヨガだったな。いろんな方向から見るってことを教えてくれたのが、子供の時とは全然ほら自信もなかったし、なんか結局やってないから自信がなかったんだなって気づいたんですよね。やってないから自信がなかった。なるほど。で悩みもやってないか初めて二択って分かったんですよ。やってないから悩むのと、あと初めてだからねっていうことが、だからどんどんそういうふうにシンプルにしていったらやらなきゃ分からないってことが分かったんですよ。だから考えるんだったらまずやってから考えるっていうふうに私はもうだからそれがいいか悪いかって言ったら分からないですけど、私はちょっとやってみるか。それを学んだのもヨガの一つ教えがあって、99% の実践と 1% の理論って言われてるんですよ。まずやってみろと。そうはヨガのやっぱり教えでもあって、死のこと言わずにやれっていうのがきっと納得できたんですよね。なるほどな。なんかね、現代人あれじゃないですか、どうしても正解を求めてやらないとか、間違ったらダメだっていう教育がもともとやっぱり結構刷り込みでありましたよね。そこがねだからないんですもんね。ヨガは結果じゃなくて過程が大事なので、ポーズの完成形よりもそこのストーリーの方が大事なんです。それも今まで結果ばっかりを求められてたというか、それがもうまるっきり180度変わったわけなんですよ。ということは、まずやる。なるほど。面白い。そしたら、ちょっとゆうさんに聞きたいのが、同じ職業を目指す人へのメッセージでいただこうかなと思ってたんですけど、なんかゆうさんそこに留めちゃうのはちょっともったいない気もするんです。から、同業者の人にももちろんメッセージとしては向けてほしいんですけど、なんかこれから何かこう一歩踏み出そうとしてる人になんか一言メッセージがいただけたらなと思うんですが、お願いしてもいいですか？もちろんです。これは私の言葉を返しちゃうんですけど、私がいただいた言葉ですね、は
私ヨガスタジオをやりたかった時に、やりたいというふわっとしたものがありました。そしたらその素晴らしい方に何年後って言われたんですね。で、何年後です。その時は3年後だったんですけど、その後季節を言われたんです。で、秋頃ですかね。何月って言われて、9月。何日 ?15 日でも日にちを答える。そこで私の脳がぐるっと変わったんですけど、今まではふわっとしていた目標が、ヨガスタジオをしたい。それが現実になった瞬間だったんですね。その方の言葉で。日にちがないと思っちゃったんです。で、もう物件探しをそれから3年間。初めて。何かをしたいという時にゴールを決めるといいかもしれないですね。で、誰かに言う。これ絶対です。それはそう。口に出す。恥ずかしいんです。で、私も自信なかったです。口を出して実際できなかったらどうしようというのもありました。レッスン中にもそれから言うようになりました。いろんなフリーのところで。でもきっと本当にできるのっていう方皆さん思ってたと思います。でもいいんです。自分に対して戒めです。お伝えすることで自分の気持ちを上げるためで、できないとしても一応やるっていう行動は大事かなと思って、できなくても、それはその時もしょうがないので、人に言う、日付まで決める、何月じゃなくて何月何日、できれば時間まで、時間までまでするともう動きます。勝手に決まっちゃいますもんね。で、基本的にやろうと思っても準備できてるんです。で、この公式では私の知り合いの方がもう何名もお店を出したりとか起業されてるんですね。で、やっぱりやってよかったっていう方がたくさんいらっしゃるので、不安はみんなあるんですけど、たまたま今私はお店の話をしてるんですけど、そうじゃなくてもゴールを決める、あと周りの環境、そういった自営の方にお話を私は伺ったりとか、で、ご自分の先輩なので、その先輩方は苦しさを知ってるので、惜しみなく教えてくれます。そういう言葉をいただいて、あとはもう真に受けてやっていくみたいな感じですか。なるほど。口に出すね、今ね、そうですよね、口に出す。そう、口に出すのはね、本当に大事。そしたらだってどんどんいい話が来ますから。こういうのがあるよ、こういうのがあるよ、そこの物件見たとか、いろいろ。これ現代人のみんなは結構勘違いしてることが一個あると思ってて、今ゆうさんの話を聞きながら思ったんですけど、先人たちって結構助けてくれるじゃないですか。誰も助けてくれないとかね、あとはもっと厳しいことを言われるとか、言われる時もあるんですけど、でもそれって別に何かその人の出る杭を打とうとして言ってるわけじゃなくって、その人のことを心配するとか、応援しようとして言ってくれることの方が多いじゃないですか。もっとね、軽やかに始めていいんですよね。と思います。私もそれはすごく思う。で、それも例えばそれでね、うまくいかない、それも経験ですから。だってやってないよりやらない方が一番の失敗っていうじゃないですか。やっぱりやった方が強い。3本勝ちです。で、結局それやったから動き始めるんですよね。それでもしね、方向性が違うなって気づいたら、別にどんどんシフトチェンジしていけば、修正して、それで最終的に出来上がっていくんですよね、きっとね。自分が生み出した何かが。死ぬまで全部途中過程です。確かに途中過程ですから。全部途中です。とりあえず行ってみよう、やってみようが今日の。そうですね。99% の実践です。実践ですね。1% の理論でございます。頭でっかちにならずに、とりあえずやる。それがそういうことね、教えでもありますので、99% の実践でやっていきましょうと。ちょっと皆さんにもこの 99% の実践をぜひいいなって思ったら取り入れてもらえるといいのかな。そうですね。合わないなって思う人が多分取り入れるのは違うと思うので、いいなって思ってくださった方はぜひ今日からちょっとずつ自分のことを変えていただくきっかけにこの動画がなればいいのかな。そうですね。決めて悩んでたら他の方に相談をする。3人ぐらいに相談する。そうすると自分の脳以外に3つの思考があるなってことを教えていただけるので、自分で埋もれて悩まないっていう、もう絶対そこですね。そこも行動ですよね。そう、聞きに行くっていう。そう、やっぱりそこまで自分で考えすぎない。それも実践です。
もなんかその不安だなとか悩んでるなとかっていう時ってなんか自分の思考を整理したい時とかも多分あると思うんですよね、はい、でかつ納得をする答えを自分の中で探してる時なんですよ、ね、そうですそうです。からいろんな人から聞いてみて納得する答えが自分の中にはあるんだけど周りからは出てこないという時もあるでしょうし、それできっと納得ができないということは自分の中にある答えを大切にしたい時かもしれないし、でかと思えば全然違うところから出てきた答えになんかあっってなってやってみようってなるかもしれないし、捉え方次第ですね。これもね本当捉え方次第です。では今日のまとめは、はい、99% の実践です。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。お声掛けいただきありがとうございました。とんでもないです。私も本当に良い時間でしたけどすごい嬉しかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。